皆さん、こんばんは。キリンです。今日は日本語でポッドキャストの日です。いつもなら料理をしたり、運動したりしながら聞いてくださいって言うんですけど、今日はぜひベッドで横になって聞いてもらえると嬉しいですね。というのも、前回の動画で記憶力の話をしましたね。まだその動画を見ていない方は、上と下にリンクを貼っているので、ぜひ見てみてください。実は、覚えたいものがあるとき、記憶する時間にも気をつけてみるといいそうです。人は寝る前に見たこと、聞いたことは脳に記憶されやすいっていうことを脳科学の専門家も言ってました。なので、今日はベッドで横になりながら、でも聞ける内容にしました。どんな内容かというと、短いクイズをたくさん出します。頭で考えているうちに眠くなるかもしれませんが、それでも大丈夫です。一問ずつ番号を言うので、また次の日にこの番号から聞き始めてもらえばいいと思います。まあ、例えばこんな感じですね。これは夜にしか見られません。大きい都会では少ししか見えないし、田舎の町だとたくさん見えますね。空にあってキラキラ光っているものです。何でしょう？答えは星ですね。私は流れ星を見たことがあります。1秒もない短い時間に星が空を飛んでいるみたいな星ですね。実は私の家の庭から見えました。はい。まあ、こんな感じで、クイズの答えを発表したら、少しだけそのテーマで話します。はい。じゃあ、早速、1問目からちょっと始めてみましょう。皆さん準備はいいですか？じゃあ、始めます。第1問。これは、海にいる生き物です。毒がある種類もあるそうですね。形が星みたいです。英語でスターフィッシュと言いますね。これは日本語では何と言うでしょう？正解はヒトデです。ヒトデは人の手に見えるからヒトデという名前がついたそうですよ。2000種類くらいあるそうですね。うん。でも綺麗だからって触らない方がいいですね。さっき言った通り毒がある種類もありますからね。はい。じゃあ第2問。これは家にあるものです。10センチくらい、10センチくらいの先が白くて細長い棒です。薬を塗ったり掃除するときに使うものですけど、主に耳を掃除するときに使われていると思います。はい。これは日本語で何と言うでしょう？正解は綿棒です。綿棒。綿棒で耳の掃除を毎日する人がいるそうですけど、
本当は毎日しない方がいいみたいですね。うん。綿棒は薬を塗るときとかも使いますね。私はアレルギーで塗る薬をね、よく使うので、綿棒はたくさん買ってありますよ。はい。じゃあ次、第3問。これも掃除の道具ですね。昔は掃除機がなかった時にこれで掃除していましたね。ハリー・ポッターが空を飛ぶ時も使うものです。これは日本語で何と言うでしょう？はい、正解はほうき、ほうきです。最近は掃除する商品が多くて、ほうきを使うことが少なくなりましたよね。皆さんの家にもありますか？これ昔は日本はははきって言われていて、ほうきって音が変わったみたいなんですけど、でも実はほうき、このものと一緒に使う動詞、これは吐くなんですよ。だから、ほうきで吐くって覚えてください。OK。じゃあ次、第4問。これは電気製品です。ブーンって音が出るんですけど、風を出したり、回したりするんではなくて、空気をきれいにしている製品ですね。花粉とかハウスダストとか、そういうものを吸い取ってくれるので、アレルギーの人は嬉しいですよね。はい、この製品、日本語で何でしょう？正解は空気清浄機、空気清浄機って言います。うん。まあ、空気清浄機といっても、最近は空気をね、きれいにするだけじゃなくて、除湿したり、加湿したり、いろんな機能がありますね。ペットがいる家庭は特に匂いを消してくれるので、絶対必要な電気製品ですよね。はい、空気清浄機でした。じゃあ次、第5問。これは家とか建物に関係がある単語です。建物の一番上にあるから、風も雨も部屋の中には入らないですね。日本の家だと三角形になっていて、寒い地域は雪が下に落ちるように作られているものです。これは日本語で何て言うでしょう？正解は屋根です。屋根。寒い地域の話をしましたけど、日本の東北や北陸の方では信じられないくらい雪が積もるんですね。北海道に友達が1年住んでいたんですけど、朝起きてからまずすることは車の上の雪を片付けることって言ってて、大変だなぁと思って聞いてましたけど、雪は軽くてもさすがに毎日ね、たくさんの量が降ると屋根も壊れてくるので、みんな自分で屋根に登って雪を片付けなきゃいけないそうですよ。大変ですね。はい。
屋根でした。じゃあ次は第6問。これは本を読むときに使うものです。読み終わったページが次読むときにわかるように本に挟むものです。とても薄くてリボンがついているものもありますね。英語でブックマークと言いますが、これは日本語で何て言うでしょう。はい、正解はしおりです。しおり。おしゃれなデザインのものもあって、ついつい買ってしまって、家に何枚もあるんですけど、実は日本の本にはしおりがいらない本があるんですね。皆さんの国の本はどうですか？日本の本の背中に紐がついていて、それをしおりの代わりに使えるデザインの本があって、そのデザインの本だったらラッキーって思ったりしますね。皆さんも日本の本屋さんでぜひ探してみてください。しおりがついている本があります。じゃあ次は第7問。これは冬に見られるものですね。寒くて屋根から落ちた水が氷になって下にどんどん伸びている細長い氷です。ガラスみたいで綺麗なアイスの棒ですね。はい。これは日本語で何でしょう？正解はつららです。つらら。つららってね、音が可愛いですよね。昔はね、私の家もつららがあったんですけど、最近はやっぱり地球温暖化ね、冬になってもつららは見られなくなりましたね。寒い地域に行けばつららにライトを当てて夜にライトアップのイベントとかもありますけど、すごい幻想的、神秘的、ファンタジックな雰囲気が素敵なので一度行ってみたいですね。はい。では次、第8問。これは空にあるものですね。色がいろんな色があって、とても綺麗で、雨が降った後に見られるものですね。橋みたいな形をしているので、こういう形ですね。このものは何でしょう？正解は虹です。時間の2時と虹の発音をね、違いますから注意ですよ。ちなみに動詞はかかるです。虹がかかるって言うんですけど、綺麗に虹がかかっているのが見られたらラッキーですよね。はい。じゃあ次は第9問。これは寝るときに使うものですね。高さとか硬さとか大きさとか人によって好みが違うと思うんですけど、頭の下にあるもので、英語ではピローと言いますね。はい、これは日本語で何と言うでしょう。正解は枕です。枕。私は朝起きたら枕がなくなっています。
だから、本当は自分に合っているものを買った方がいいんでしょうけど、皆さんはどんな枕を使っていますか？おすすめの枕があったら教えてください。はい。では次、第10問。これは人です。スポーツの試合で必要な人ですね。プロとアマチュアによって違いますけど、野球とかサッカーは4人、バレーとバスケは2、3人、アメフト、アメリカンフットボールは7人もいるそうですね。ルールを守って試合を進められるようにする人ですね。はい。この人は日本語で何でしょう？正解は審判です。審判。最近はね、カメラの技術が進化して、正確に審判が判断できるようになりましたね。いいことです。私はサッカー観戦が好きなんですけど、昔は審判に文句を言ったりしましたね。これはでも選手にとってもね、いいことですね。はい。では次、第11問。これは勉強したり、本を読んだりするときに使うものですね。仕事の時も大切なことをメモして忘れないように、机とかパソコンにペタッと貼っておくことができるものです。はい。これは日本語で何でしょう？正解は付箋です。付箋。皆さんはどんな付箋を使っていますか？付箋って安いものだとすぐにね、取れちゃいますよね。最近はいろいろな付箋が売ってあって、何回でも使える付箋っていう商品があるんですよ。すごいですよね。とてもエコでいいと思います。はい。では次、第12問目。これはある人ですけど、ドラマとか映画に出ている人ですね。主役ってわかりますか？メインキャラクターのことを主役って言うんですけど、主役ではなくて、主役に関係がある周りの人のこと、これは何と言うでしょう。英語では supporting character というそうですね。日本語では脇役です。脇役。脇役で有名な人もいますよね。自分が好きな脇役だった人が新しいドラマで主役になったりすると本当に嬉しいですよね。ちなみにセリフもなくて、ただ道を歩いたり、公園に座ってたりしているだけの人はエキストラって言いますよ。はい。じゃあ次は第13問目。これは場所の名前でいろいろな言い方があるんですけど、例えば、鳩場って聞いたことがありますか？鳩場。鳩場と同じ意味です。ふから始まるんですけど、何をする場所かというと、船が止まって人が降りたり乗ったり荷物を入れたり出したりする場所ですね。はい。これは日本語で
不当、不当と言います。船も不当も不から始まりますから、船が不当に着くって覚えたら覚えやすいですか？うん。不当といえば大きい船をイメージするんですけど、あの、大型船、大きい船で海外旅行とか行ってみたいですよね。はい、不当でした。じゃあ次は第14問目。これも場所の単語ですね。朝昼は大丈夫ですけど、夜は怖いかもしれませんね。亡くなった人が眠っているエリアで、日本だとお寺の近くにあります。はい、あの場所は日本語で何でしょう？正解は墓地です。墓地。亡くなった人が眠っているのはお墓、そのものはお墓と言いますね。国によってお墓のタイプが違いますけど、墓地っていうのは、そのお墓がたくさんある場所のことです。例えば、マンションとか東京の便利なところなのに、家賃が安いとかだと、近くに墓地があったりするんですね。墓地の近くのマンション。皆さん、住めますか？どうですか？はい。じゃあ次は最後にしましょう。第15問です。これも場所ですね。この場所は車とかバスが止まる場所です。そこにはトイレがあったり、お土産があったり、ご飯を食べたりすることができて、高速道路の途中にある場所ですね。ここは日本語で何でしょう？正解はサービスエリアです。サービスエリア。日本のサービスエリアは面白いですよ。お土産の種類が多くて、いつも何を買おうか迷っちゃうんですよね。その地域の特別な食べ物も食べられて、私はサービスエリアが大好きです。皆さんもぜひね、機会があればサービスエリアでいろんな美味しいものを食べたり、いろんなお土産を買ったりしてみてください。はい、どうでしたかね？今日は15問までしましたけど、もし今日みたいな動画がいいなと思ってくださった方は、ぜひね、いいねしていただけると、このビデオも好評だったかなということが私もわかるので、はい。もしね、好評だったら、また続きでやってみたいと思います。では今日は最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。